はい、皆さんこんにちは、のらんです。めっちゃお久しぶりです。もう1ヶ月ぶりぐらいですかね。またちょっとね、更新が空いてしまったんですけど、一応ちょっと最初にね、言い訳をちょっとだけしますね。まず、風邪をね、2回ひいてました。この11月はね。まあ、体調がいい時がほとんどなかったですね。もうね、皆さんもほんと、いろいろお気をつけください。結局ね、いわゆる流行り病、パート1、パート2ではどっちもなかったんですけれども、まあなんかね、症状が違うやつに2回かかって、まあぐったりしてました。ようやくね、2個目が治りかけたかなっていう今感じなのでね、ようやくこうやって収録をしているところです。まずね、それが理由その1で、2個目がですね、まさにこのカメラなんですけれども、この子がね、10月の31日、ちょうどハロウィンの日ですけど、ちょっとしたトラブルがありまして、壊れちゃったんですね、屋外で。ということで、オフィシャルの富士フィルムメンテナンスと修理に出していて、つい先日ね、ようやく帰ってきたんですよ。で、まあ他のでももちろん収録はできたんですけど、まあせっかくなのでね、このカメラ使いたいなと思ってたので、ちょっとね、修理が終わるのを待っていたっていうのがあります。まあ、一応ね、この2個が大きな理由なんですけど、もう一つ、一応もう1個理由を挙げると、この10月11月、二輪の免許を取得しにね、学校行ってまして、無事卒検も通って免許もね更新してきましたので、晴れてね二輪デビューとなることになりました。来月ねおそらく納車なので、ちょっとね二輪を乗るようになったらまたいろいろね、本当は撮影とかに出かけたいなと思ってるんですけれども、まあこれはおまけの理由なんですけど、ちょっとそんなわけでね、ほんと何もできなかったんですよ。で、ようやくちょっとね仕事とかいろんなことも見えてきたので、ようやくミシンを再開したいなと。多分最後に触ったの下手したら夏休み前なんじゃないかなと思ってるので、ミシンのねちょっとメンテもそもそもしないといけなくて、この後ちょっとお話しするんですけど、ロックミシンが大変なことになってるんですよ。なのでちょっとそれもやるんですけれども、ちょっとまずはですね、今日ですね11月27日なんですけれども、今日大塚屋さんの方でですね、歯切れ大会だっけな、そう、歯切れのねセールをやってたんです。大塚屋さん実はねこの2週間ぐらい大創業祭をやってたんですね。でそちらはねちょっとねスルーしたんですよ、体調も悪かったので。でもね歯切れは買いに行きたいなと思いまして買ってきましたので、ちょっとまずそれのねご紹介をしたいと思います。こんなに買うなって話なんですよね。まだね使ってないのも山ほどあるんですよ。でもこれはどっちかっていうとこれを機にミシンをもう一回やりたいという私の熱き思いを形にしたと思ってください。なのでね、頑張ってもちろん使うし気に入って買ってるんですけれども、どっちかちょっとねまじない的な要素も多いんですけど、せっかくなのでねご紹介していきたいと思います。ちなみに今回1,2,3,4,5,6,7 点かな、7点買って2160円でした。どうなんでしょうね。果たしてそれが安いか高いかっていうのはちょっと難しいとこですけど、開けていきたいと思います。いや本当は今日10時から大塚屋さんはオープンなので、10時のもう開店ダッシュでね行こうと思ってたんですけども、仕事が全然終わんなくて、結局ね10時10分か20分ぐらいに着いたんですけど、やっぱもう人だかりでしたね。もう歯切れ市はね毎年そうなんですよ。すごい人でみんなね狙ってるんですよね、やっぱ。よし、じゃあ紹介していきましょう。はい、ちょっとまず割とどうでもいいのから紹介していきますね。よし、まずこちら、いきなりなんじゃこりゃって感じなんですけど、多分レースカーテンの生地なんじゃないかなと思ってます。ちょっとわかりづらいんですけど、こういう星柄のレース生地になります。こちら110センチ幅の 1.95 ほぼ2メートルで390円ですね。これはね何に使うんじゃいって話なんですけど、私のねこのデスク、普段はノート PC ともう一個大きいって言っても20インチぐらいのモニターとでデュアルでそこで仕事をしたりとか編集作業してるんですけど、このモニターをね普段は普通に置いてるんですけど、横丁にギュッとやって今こうやって撮影をしてるんですね。でその時にちょっとモニターとかをかぶせるカバーというかね、昔よくテレビとかに皆さんねレースの生地をかけてた
ご実家ってありませんでした？なんなら今もかけてらっしゃる方いるかもしれないですけど、そう昔って何にでもレースかけてましたよね。そうそうそう、その感覚ですよ。ちょっと猫もいるのでモニターにね使ってない時かけておこうかなって思って、ちょうどいいじゃんって可愛いしね。であとなんか白系なのでね、なんならちょっとレフ板代わりに撮影の時も使えるかなと思ったので、ちょっとこんなにいらんなって正直思ったんですけど、まあ安いしっかと思って買いました。なんでこれはね、もう端っこだけ縫ってそのまま使うかなと思います。はい、レース生地です。次、これもね多分ね絶対ドール関係ないんですけど、めっちゃ迷いました。これちなみにこのね柄すごい可愛かったんですけど、この猫ちゃんのシリーズねめっちゃ種類あったんですよ。で色も種類がいくつかあって、そもそもすごい迷ったってのもあるんですけれども、正直とはいえドールには使えないので、どうする買うってなってたんですが、もうねぐるぐる3周ぐらいそのエリアを回って結局買おうって思って買いました。使い道は全く決めてないんですけど、めっちゃ可愛くないですかこれね。猫ちゃんたちがお寿司屋さんなのか、お寿司屋さんじゃないな、よく見たら直食いしてますよね、お魚をね。お魚屋さんに来ているという柄ですね。こちらが110センチ幅の85センチで340円になります。かわいい。なんか給食のランチョンマットとかね、巾着とかいろいろ使っていいかなと思ったので買いました。はい、こっからがね一応ねドール用かなという感じで買ってます。ちなみにしょうがないんですけど、歯切れ位置なのでめっちゃ割とどれもくちゃくちゃです。もうねもみくちゃになってるので、アイロンかけはいいんですけどね。はい、まずこちらですね。多分ローンかなって思います。割と薄い60とかそんな感じの薄手の生地です。こちらが60センチで240円。結構ね大柄なのでドールにしてはね大きいんですけれども、最近ね割とこういうのを使うの私好きです。ダブルスカートの下にしてもいいし、裏地に使ってもねこういうのだとね見えても可愛いかなって思うので、なんかこういうのはねいいなって思うと買っちゃいます。次、これも多分ねローンだと思います。こんなようなのね私黄色とか赤とか青持ってるんですけど、緑なかったなって思って、ちょうどね柄も良かったので買いました。こちら80センチで320円でしたね。こういうのはね別にいろいろ使える。なんならシャツとかでもいいしね、ちょっとね縫いにくいけど使い勝手はいいので買っちゃいましたね。はい、こっからはねちょっとまとめて紹介しよっか。今回割とメインで買ってきたのはプリントコーデュロイをね買ってきました。で多分この3つが同じ柄で色違いなんだと思います。こういうのもね歯切れ位置だともうどこに何があるかわからないので、この柄も本当にね全3パターンなのかも全然わかんないんですけど、見つかったのが3個だったのでねこれを買ってきたという感じです。なんで長さは多分ねバラバラ。これが55センチ、これが50センチ、これが60センチですね。多分ね柄一緒だと思います。割とね薄手のプリントコーデュロイで可愛い。だからおびつサイズのドールとかでも全然使えるんじゃないかなと思うので、ちょっとねおそろとかで作りたいなというふうに思って、見つかったのが3色だったのでこの3色をね買ってきました。だいたい50センチでどれも200円台ぐらいかなというところです。でこれはね1個柄違い。ちょっとなんて言うんだろうね、民族柄に近いようなさ柄で、変わった感じかなと思ったので買いました。冬服にすごいね合いそうな柄ですよね。こちらが50センチで200円でしたね。はい、これもね冬服作りたいなというふうに思います。柄の大きさも若干大きいけど全然オビツとかでも使えるんじゃないかなというふうに思います。購入品はね以上です。以上じゃなかった。もう一個あるよ。もう一個忘れてた。今回のね目玉ですよ。ある意味歯切れ位置っぽいやつ、こちらもうねザ歯切れって感じのサイズなんですけど、もうこんなんあれですよね。
私は買うよ、このサイズ感。買いますけど、普通の人これ買いますかね？こういうの余ってんだったらすごい欲しいんですけど、そう、すごいだから探したんですけどね、さすがにこのサイズ感の布ね、あんまりなかったです。あったら買い占めたかったな。だから正直ね、柄はそんな別に見てなかったというか、まあ別にすごい気に入ってないわけじゃないですけど、なんか柄にすごい惹かれたってわけじゃないんですけど、まあなんて言ったってこのサイズで10円ですよ、10円。10円は買うよね。さすがにね。なんで110センチ×15センチ。15センチ幅なので、いやもうでもドールだったらさ、余裕じゃないですか、こんなん。ね。20センチドールでも多分2着いけるよ。半分でいいもんね。だってスカート、下手すりゃ4分の1、まあ、ちょっと短いか。帯つなら余裕で4分の1いける気がする。ね、これ10円だったらちょっと、なんだろう、練習で使いたいとかさ、ね、初めての服で自信がないなみたいなのは、全然これでいいんじゃないですかって。ね、100均でもいいんですけど、こういう機会があったらね、いいと思う。すごくね、ちょっとね、薄手で、ちょうどいい薄さなんですよ。これが今回のね、目玉です。もうなんならこれを20個ぐらい買いたかった。ということで、今回の歯切れ大会だったんですけれども、そうなんでね、今回はこれを使おう。まあ、いかんせんリハビリなので、8、9、10、11、4ヶ月以上ミシンをやっていないので、これを使ってまずちょっとね、基本的なワンピースを久々にちょっと作るところからね、リハビリしていこうかなというふうに思います。なので、今日はまあ今一旦ね、歯切れのご紹介をしたんですけど、もう一個やんなきゃいけなくって、ロックミシンをね、そう、ぐっちゃぐちゃになっちゃったんですよ、糸が。なんでちょっとそれをね、今からね、直しに行きたいと思います。はい、ロックミシン部屋にやってまいりました。ロックミシン部屋っていうとね、おしゃれなんですけど、ここはね、子供部屋です。はい。なので普段私は、基本的にはそんなに入らないというか、で、ここで用事をすることはあんまりないんですけれども、ロックミシンだけはね、ここに置いてあるんですよ。まあ、どうしかっていうと、猫がね、いるので、いたずらをされてしまうのでね、ちょっと猫のいない、入ってこない部屋に、ロックミシンを置いてるんですけど、まあ、猫はいないけど子供はいるってことでね、まあ、結果ちょっとね、もみくちゃにされてしまったということなんです。結果糸が大変なことになってしまったので、今からね、直していきたいと思います。で、せっかくなのでね、ご紹介しようと思うんですけど、こちら、重機の、MO03、MO03D でいいのかなになります。いわゆる一本針三本糸っていう非常にシンプルなタイプになるんですけれども、まあこういうミシンですね。でね、もう糸がえらいことになってるし、まあそもそもさ、ちょっとバッチくなっちゃったので、まあちょっと糸をね、頑張って付け替えながら、綺麗にね、していきたいなというふうに思います。これからもね、しっかり使っていけるようにちょっと、整えて参りたいと思います。で、こちらね、取説見ながら、おそらくこれにね、糸の通し方が書いてあると思うので、もうね、めっちゃ難しいんですよ。めっちゃ難しいんですけど、ちょっと頑張ってね、今からね、糸を通していきたいと思います。はい、おそらくね、終わりました。いや、今回ね、多分なんですけれども、3つ糸があるうちの、針糸だけが多分ね、ぐっちゃぐちゃになって、なんなら糸がね、途中で切れてたので、多分そこだけの直しでうまくいったんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっと試しに、ちょっとやってみましょうかね。さっき買ったこの布の、まあ、端をね、ちょうどロックかけてみましょう。いや、どうかな？ちゃんと動いてくれるといいんだけど、糸調子もね、結局どうなったかちょっと怪しいのでね、動かしてみます。あ、いい気がする。いい気がする。いい気がするよ。ちょっと暗いですけど。多分う
まくいってんじゃないかな。大丈夫そうな気がします。ちなみにかなり細めですけども、これはね、私がロックミシンを完全にドール仕様にしてるので、すごい幅が細いんですけど、多分普通はもうちょっと広いですが、ドール仕様でございます。ということで、治りましたね。そう、私の基本のワンピースを作るのにはね、このロックミシンを必ず私は使うので、ちょっとこの子が動かないとね、どうしようもなかったんですが、動いてくれたので、これで晴れてミシン復帰ということになると思います。はい。ちょっとね、今日はここまでかな。ミシン復帰と言いながらロックミシンの調整で終わっちゃったんですけど、次は、いよいよね、10円布を使って、リハビリワンピースをね、作っていきたいなというふうに思います。はい。ということで、本日は、大塚屋さんで歯切れ大会で歯切れをいっぱい買ってきたっていうのと、こちらの重機のね、ロックミシンをちょっと、メンテナンスしましたという動画になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。